今回は金沢の美味しい食事処を勝手にランキング形式で紹介する動画です。ランキングの順番、感想に関しては僕の個人的意見なので、動画のお店以外にもっと美味しい店を知っているよという方はぜひコメントで教えてください。もしまだチャンネル登録していない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速ランキング第10位のお店からご紹介します。 Google 口コミ 3.6 第7餃子の店のホワイト餃子。金沢県民から愛されるソウルフードのホワイト餃子。メニューはホワイト餃子、蒸し餃子、焼き餃子、水餃子、豚汁とライスといったほぼ餃子一本で勝負しているすごいお店です。ここの餃子は少し厚めの皮を両手であんを包む独特の作り方となっています。その餃子を油でカリッと揚げたのがホワイト餃子。他にも蒸し餃子、水餃子、焼き餃子といった違った調理方法でもいただけます。まず最初に焼き餃子5個455円。第7餃子の始まりはこの焼き餃子からと言われていますので、この餃子は外せません。もちもちで厚めの皮の中に肉汁たっぷりのあんがマッチしていて、とても美味しいです。大きめの焼き小籠包のような感じですね。次に蒸し餃子5個425円が来ました。こちらは蒸していてさっぱりとした感覚でいただけます。そしていよいよホワイト餃子10個650円。皮がカリッカリに揚がっていて、これもまた美味しいです。焼き、蒸し、ホワイト餃子の3種類いただきましたが、個人的には焼き餃子が一番好みでした。店は駅からちょっと遠いので、車でない方はバスや電動自転車がおすすめです。第9位 Google 口コミ 4.1 魚菓子食堂金沢駅リント店の海鮮丼。金沢の海鮮丼を食べたい方は駅直結のショッピング施設リントにあるこの店が近くて便利です。こちらは妻が注文したドドーンと日本海の海鮮丼2800円。海鮮丼のタレをかけていただきます。丼の上に日本海で採れる魚やカニ、エビ、イクラもこぼれるぐらい乗せられていて、なかなかご飯にたどり着くことができません。普通の海鮮丼の2倍から3倍の魚が乗っている感じがします。こちらは僕が注文した魚菓子大量お刺身定食2500円。そして漁師のめった汁350円になります。刺身もとても豪勢で、ハマチ、カツオ、ウニ、エビ、カニ、貝、天ぷら、煮付けなど、とにかく魚の種類が豊富なので満足すること間違いなしです。丼も刺身もたくさんの種類のお魚がお腹いっぱい食べれるので、とりあえず金沢駅について海鮮丼を食べたい方はここに直行してみるのはいかがでしょうか。第8位Google 口コミ 4.6 手打ちそばやぶけんのお昼のセット1200円プラスそば大盛り200円です。このお店は近江町市場と金沢城公園の間に位置していて、金沢城近辺を観光した後の昼食におすすめです。こちらのお店では自家製麺の石臼引きしたおそばが食べられます。セットにはざるそば、そば豆腐、お豆と椎茸の小皿もついてきます。では早速いただきます。そばはコシが強く歯ごたえがあるちょっと太麺のとても美味しいそばです。とても愛想の良いお母さんが揚げてくれる天ぷらも美味しくて、そばとよく合います。締めは白濁のそば湯でつゆを割っていただきます。最後にデザートも出てくるのでセットで注文するのをおすすめします。ざるそばと天ぷらというシンプルなメニューなんですが、美味しくてお値段も安く、とても満足できるお店でした。第7位 Google 口コミ 4.5 金沢カツオ金沢駅アント店の金沢カツ丼1650円です。金沢駅直結のショッピング施設内にあるので、駅の改札を出て歩いてすぐに食べられるのも魅力です。こちらのカツ丼はだしソムリエの直江純一郎氏と試行錯誤を繰り返して生まれたカツ丼で、能登牡蠣から抽出した出汁が使われています。見た目はトロトロの卵の上にサクサクのとんかつが乗っている、
最近流行りの閉じていないカツ丼となっています。カツに使われている能登豚ロースはものすごく柔らかくて、油の甘みも感じられ、とんかつなのにそんなに脂っこくないカツに仕上がっています。とんかつソースとからしをつけて食べても美味しいですが、ふわふわの卵は能登牡蠣の出汁が効いていて、それにたっぷり使ったカツも絶品です。とんかつとカツ丼、どちらの味も楽しめるとても美味しい丼でした。第6位、Google 口コミ 4.2 金沢濃厚甘エビラーメン紅ボタン、濃厚甘エビラーメン980円、トッピングで煮卵100円をつけました。お店は金沢駅の鼓門の出口から徒歩5分の場所にあります。ラーメンのスープには地元近江町市場から仕入れた甘エビをふんだんに使っているので、スープを飲んでみると口の中いっぱいに甘エビの味が広がります。麺は中太麺で濃厚なエビのスープによく絡まります。ラーメンには大きな甘エビが丸ごと1匹入っていて、甘エビのエキスだけでなく甘エビ自体も味わえます。がっつり食べたい方は替え玉もできるみたいなのでお試しください。 LINE 登録したら細切れのチャーシューをもらえたので、そのまま食べたりラーメンに入れていただきました。金沢の甘エビとラーメン両方楽しみたい方におすすめのお店です。第5位、 Google 口コミ 4.9 近江町市場から徒歩5分の場所にある油屋金沢油そば900円です。メニューは特製油そばと金沢油そばの2種類。今回は金沢油そばを注文しました。温泉卵を混ぜていただきます。もともと金沢にあった油そばの名店がコロナ禍で閉店するので、その油そばの味のファンだった方が記憶の中で再現されて出店した油そばだそうです。油そばというので脂っこいのかなと思っていたんですが、淡路島産の甘みの強い刻み玉ねぎやお酢がごま油ととても相性が良くて、少しピリ辛のタレが麺に絡んでとてもやみつきになる美味しいお味でした。近所にこの店があったらぜひ通い続けたいお店です。口コミ 4.9 というのも納得のお味でした。第4位、 Google 口コミ 4.2 金沢駅から車で約20分、金沢港の近く大和工事パーク内にある発酵食美人食堂の発酵食美人ランチ、会員価格1800円です。ここのランチは美味しいだけでなく発酵食品をふんだんに食べられます。まずは食前に麹甘酒をいただきます。お水もお酒を作るときに使っている白山の伏流水なのでとても飲みやすいです。こちらはふんわり揚げ出し豆腐ひしほ醤油あんかけ、上にエビが乗っています。ご飯は寝かせ玄米ご飯、ほのかに赤飯のような味がしてこれも美味しいです。こちらは温泉卵醤油麹添え、この醤油がとても美味しかったのでお土産に買って帰りました。他にもペコロス金沢料理だしに焼き椎茸海付きあえ醤油ポン酢添え、長芋田楽焼き、木の芽味噌あえ、オクラごま味噌汚し、さわらの醤油麹焼きなどなど、すべての料理がここで作られた醤油味噌麹を使っているので、とにかく味付けが美味しいです。プラス500円で飲み物とデザートを注文しました。季節のムースと飲み物は生玄米甘酒のオレンジジュース割り。飲み物まで発酵食品を使うのはすごいこだわりですよね。ジュースはノンアルコールでほんのり甘酒の味がするオレンジジュースといった感じで飲みやすかったです。デザートはちょっとアイスが入っているようなケーキで、これも美味しくて最初から最後までお腹も体も喜ぶ健康ランチでした。ランチは予約制なのでネットか電話で予約してから行くようにしましょう。ランキング3位に入る前に、今回惜しくもランキング入りしなかった2店舗を少しだけご紹介します。まずは金沢駅の鼓門の反対側にある商業施設クロスゲート内にある将軍バーガーのアボカドチーズバーガー1580円とダブルチーズバーガー2180円。どちらのバーガーもすごい大きさでかぶりつくのが大変なんですが、
食べると中のバーガーが肉々しくて肉の旨味が感じられるとっても美味しいバーガーでした。ただハンバーガーというジャンル、また金沢じゃなくても東京や大阪にも結構店舗があったので、今回の金沢グルメランキングからは外しました。もう一つは金沢駅の改札を出てすぐのショッピング施設にある金沢肉食堂100番街店の肉食堂ステーキ丼ランチ1350円です。丼の上にたっぷりのお肉、そして卵の黄身、わさびと混ぜながらいただきます。わさびの辛さとお肉の甘いタレ、卵の黄身が混ざり合ってお肉の味を引き立てています。とても大きなお肉が何枚も乗っているのでボリュームもあって満足の高い丼です。今回こちらをランキングから外した理由は後ほど紹介しますが、さらに美味しい肉丼に出会ってしまったからです。ではここからはランキングトップ3のご紹介です。まず第3位は Google 口コミ 4.1 金沢駅の改札出てすぐの100番街にある金沢まいもん寿司金沢駅店の北陸満喫握り3200円です。北陸の旬の魚を板前さんが目の前で握ってくれるお店です。まずはのどぐろのお寿司をいただきます。とても脂が乗っていて美味しいです。こちらは北陸以外ではあまり流通しない白エビの握りに金粉がかかっています。これも甘くてすごい美味しいです。こちらは北陸ならではのカニのお寿司。カニの身がとても大きいです。甘エビもいただきます。とても甘みの強い甘エビでした。ランチの時間に行くとこうして海苔汁がサービスされます。まだ足りないので単品でカワハギ肝のせと美味しかった甘エビも追加で注文しました。金沢に着いたらまずはお寿司と思っている方はここに直行しましょう。次は第2位 Google 口コミ 4.2 金沢駅の鼓門の反対側にある商業施設クロスゲート内にあるうなぎ4代目菊川クロスゲート金沢店のランチタイム限定の特別会席5800円。最初はこちらの写真の1本うなぎを食べる予定で店に入ったんですが、特別会席だとうなぎの白焼きも食べれるとのことでこちらにしました。店内のカウンター席ではうなぎをさばいている様子が見れます。まずは前菜、小鉢のもずくと小松菜、そしてうなぎの骨を揚げたものが来ました。小鉢のもずくと小松菜を食べながら時々うなぎの骨をポリポリいただきます。次はお刺身3種盛り、マグロ、島アジ、タイのお刺身をいただきます。うなぎの前に刺身が食べられるのはいいですよね。うなぎの白焼きが来ました。まずは塩だけでいただきます。皮が焼けてパリパリになっていてものすごくうまいです。うなぎ自身の持つ甘みと旨みがダイレクトに感じられるとても美味しい白焼きです。醤油とわさび、生姜と一緒に食べるとまたさらに美味しさがパワーアップします。箸休めにうざくきゅうりの小鉢が来ました。こちらにはお酢で和えたきゅうりとうなぎが入っています。お酢でさっぱり食べるうなぎも美味しいです。そしてメインのうなぎのひつまぶしとお吸い物が来ました。まずはそのままうなぎのタレをかけてうな丼でいただきます。うなぎがとても柔らかくてこれも美味しいです。山椒の実をひいてうなぎにかけて食べても安定の美味しさです。半分食べたところで別のお椀に開けてネギ、海苔、わさびを入れてその上からだしをたっぷり注いで今度はうなぎのお茶漬けをいただきます。これもまた絶品。うなぎの旨味がだしに混ざってそれぞれがさらに美味しさを引き立てています。このお店特に金沢発祥でもなく他の都道府県にもあるんですが、それを踏まえてもとても美味しかったので第2位とさせていただきました。そしていよいよ第1位は Google 口コミ 4.6 東茶屋街の近くにある能登牛ひつまぶし店門前の能登牛ひつまぶし3800円です。お店の外観は昔からある古民家のような佇まいで東茶屋街の街並みととてもマッチしています。メニューは能登牛ひつまぶしだけのひつまぶし専門店です。
ご飯は石川ブランドの百万石。手前が能登牛のロースで、奥がもも。炭火でじっくり焼かれています。最初はこの能登の浜塩でいただきます。そして2番目は、こちらの大和醤油味噌の合わせ醤油。3番目は、こちらの薬味と塩、醤油を合わせていろんな味を楽しんで、最後にこちらの出汁でお茶漬けにしていただきます。出汁は容器が湯煎されているので、ずっと温かいままでいただけます。まずは、九谷焼の茶碗にお肉とご飯を取り分けて、能登の浜塩でいただきます。これは美味しいです。お肉がとにかく柔らかくて、塩だけでもお肉自体の旨味で、ご飯が何杯でも食べれそうです。次は、お肉に合わせ醤油をつけていただきます。こちらも絶品。合わせ醤油とお肉の相性は抜群です。他にも醤油にわさびを混ぜたり、みょうがと塩などいろいろな組み合わせで能登牛を堪能します。最後に薬味を入れて温かい出汁をたっぷりかけてお茶漬けにしていただきます。これも本当に美味しいです。さっぱりした出汁の中に凝縮されたお肉の旨味も合わさって、これは食事の締めに最高でした。金沢に行ったら絶対また訪れたい店です。お昼は予約した方しか入れないので、あらかじめ予約することをお勧めします。ランキングは以上です。金沢は本当に美味しい料理、またお店もたくさんあるので、食事処を選ぶ時の参考にしてみてください。他の美味しいお店の情報、またご意見などがあれば、ぜひコメントで教えてください。今回の動画が良かった方は、ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。